はい、どうもこんにちは。先日中古車屋さんで歴代のロードスターの、中古車を見てきたというお話を差し上げましたが、現行の ND 型についてもお店の方から少しお話を聞いてまいりました。 ND 型については本当に少しだけしかお話っていうのは聞けていないんですけれども、ただ内容がですね、ご購入を検討されている方の、ご参考になるようなものでしたので、今回そちらをお話しできればと思いました。最後までご視聴いただけますと幸いでございます。今回のお話の最大のポイントは、現行の ND ロードスターは今が買い時かどうかということです。なぜかというと、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、次世代の NE ロードスターの販売が今噂されているからですね。NE ロードスターの販売が公式発表になりますと、それはつまり ND ロードスターの生産終了を意味することになります。ホンダの S660 の時もそうだったんですけれども、この手の人気のスポーツカーは、生産終了のアナウンスと同時に、中古車の相場が跳ね上がります。 S660 の場合ですね、生産終了のアナウンス直後は最大で2倍程度まで中古車の相場が上がりました。これと同様に ND ロードスターにおいても次世代型の販売がアナウンスされた後では、中古車の相場っていうのは上がるということが予想できます。なお、次世代の NE ロードスターは電気自動車である可能性が高いと噂されています。つまりレシプロエンジンのロードスターは ND 型が最後になるということになってしまいます。そうなりますと、ますます ND 型の中古車の相場が跳ね上がるといった可能性が高まります。もしかしたら今 ND ロードスターは底値かもしれません。欲しいと思っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、今中古車を買っておくか、あるいは生産終了のアナウンス直後に新車を買われるか、いずれかでご検討されておいた方が良いかもしれません。これもですね、例の中古屋さんの、お店の方から聞いたお話になりますが、ロードスターは同じモデルの中でも細かいマイナーチェンジっていうのが繰り返される車なんだそうですね。例えば NC 型の場合は前期、中期、後期というふうに分かれておるんですけれども、走りの特性が、後期になるに従って改善されているみたいで、同じ NC 型の中でも、前期と後期だと全く別の車になっているとも言われています。もちろん後期の NC3 が一番いいわけです。それから NC 型の場合は見分けもつきやすくてですね、前期、後期、中期でそれぞれフロントの顔つきが結構変わっておりますので、この特徴を知っている人なら一目見てどれがどれだかすぐに分かります。私でも分かります。お店の方によればロードスターは NA でも NB でも NC でもできるだけ高年式の車の方がスポーツカーとしての完成度が高い車になっているそうなんですね。なんかポルシェの911みたいですよね。で、これは ND 型でも例外ではないそうで、 ND も年々改良が加えられていて、高年式になっている方が完成度が高い、向上しているとのことでした。ただ ND の場合ちょっと厄介なのが、見た目の変更っていうのが多分ほとんどないってことなんだと思うんですけれども、パッと見て判別がつかないそうなんですよ。ですので、あまりお詳しくない方とかです、何も知らないでいらっしゃると、中古車検索されるときに年式とか気にしないで、検討されてしまうと思うんですね。で、そこでおすすめの年式っていうのをお話ししたいんですけれども、おすすめなのはマイナーチェンジが施された後の2018年の7月末以降に生産されているモデルです。このモデルはカタログ値を見ても改善されている箇所がいくつかありまして、一番大きな変更はレブリミットがアップしたことだと思います。従来型よりも700回転アップされたとのことで、最大7500回転まで向上されています。700回転は結構大きいですよね。特にその高回転域を楽しみたいっていう人にとっては、この改善あるなしだと全然違うと思いますので、良い改善になっているんじゃないかなと思います。また本当に小さいところでは馬力は1馬力だけアップしていて、
132馬力になっています。トルクも150ニュートンメーターから152ニュートンメーターまで上がっています。また見えないところでも改善がされているらしくて、足回りですね、コーナーリングなんかは、特に良くなっているそうで、なんか一部の方からはなんで初めからこうしてくれなかったんだみたいなご意見まであるそうなんですけれども、とにかく、マイナーチェンジ後のロードスターはパワー回しまでも良くなっているということです。ただ ND 型がいつまで続くかっていうのは今現在厳密にわからない状況ですので、今後大きなマイナーチェンジがある可能性っていうのはゼロではありません。しかし新型の NE の、開発まで噂されている状況ですので、その可能性っていうのは私個人としては低いんじゃないかなとも思っています。いずれにしても現段階では2018年の7月末以降に生産されているマイナーチェンジ後の ND 型というのがおすすめになります。ただ、注意していただきたいのは、中古車を検索される場合、年式っていうのを指定することができるんですけれども、下の設定を2018年で設定してしまうとマイナーチェンジ前のものも含まれることになりますので、間違いが起きないためという意味では2019年以降の設定で検索された方がいいのかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。別の動画でもお話ししておりますが、昨今の動きとしては FR のマニュアル車が、軒並み値上がりをしてしまっている状況で、この手の車を手に入れるのが今非常に難しくなっています。このような状況で今 86BRZ と並んでですね、 ND ロードスターというのは現行で買うことができる貴重な FR のマニュアル車になっています。ところが今後はこの状況というのも、変わってきそうな雲行きになっております。もし今現在 ND ロードスターの、購入をご検討されている方がいらっしゃいましたら、ちょっとお早めにご検討されてもいいのかなといったところになります。このような情報が何かお役に立ちますと幸いでございます。それでは今回この辺りにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。